こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回は巨大なハンマーを振り回すパワフルな女の子、エミーについて解説していきたいと思います。エミーはソニックシリーズのメインヒロインにあたるキャラクターで、いつも非常に元気でエネルギッシュなので、彼女が登場すると、その場が一気に明るくなりますよね。一方で、いざという時には他人を守るために率先して敵に立ち向かうこともできる非常にかっこいいキャラクターでもあるので、今回の動画では、そんなエミーの魅力をたっぷりお伝えしていきたいと思います。また、皆さんが気になっているであろうソニックとの関係性についてもしっかり解説していきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは、早速始めていきましょう。まずは、エミーの基本プロフィールから見ていきましょう。エミーの本名は、エミー・ローズ。ソニックシリーズの名前の付け方である、名前、ザ動物名という法則からは外れていますが、この名前は、欧米圏の女性の名前として一般的なエミーとローズを組み合わせたものだと思われます。またエミーはソニックやシャドウと同じくハリネズミをモチーフにしたキャラクターで、その証拠に彼らほどではないものの頭の毛先がトゲついているのが確認できますね。そしてピンク色の体に赤いカチューシャ、ノースリーブのワンピース、ブーツといった非常にエネルギッシュで活発そうな見た目をしているのが特徴です。またカード占いやダウジングといった趣味を持っていて、好きなものはソフトクリーム、嫌いなものは退屈という設定になっています。そしてエミーの一番の特徴は、とにかくソニックが大好きなこと。ソニックを見かけるたびにいつも猛アプローチをかけていて、何度ソニックにあしらわれても決して諦めることはありません。一方、そんなエミーの勢いにはさすがのソニックもタジタジで、エミーを見つけると姿を隠したり逃げ出すこともしばしば。このソニックとエミーの追いかけっこはソニックシリーズの風物詩ですね。なおエミーはソニックたちと同じくハリネズミのキャラクターだと言いましたが、一方でソニックたちのように速く走ることはできず、またスピンダッシュやホーミングアタックなども使えないです。ではそんなエミーがどのように敵と戦うのかというと、ご覧のような自分の身の丈ほどもあるハンマーを振り回して戦うんですね。ちなみにこのハンマーはおもちゃ売り場などでよく見かけるピコピコハンマーなんですが、エミーの手にかかればたとえおもちゃのハンマーであってもエッグマンのメカをワンパンで倒すほどの威力を発揮します。見た目は非常に可愛らしいエミーですが、一方でとてもパワフルなキャラクターでもあるんです。またゲームによってはこのハンマー攻撃の他にも2段ジャンプや透明化といったソニックシリーズの中ではかなり特殊なアクションを使うことができます。スピンやホーミングアタックなどが使えない分敵と戦うのは少々苦労するんですが、その代わりにソニックたちとは全然違ったアクション性を有しているため、エミーでゲームを進めるバトも新鮮味があってなかなか楽しいです。そんなエミーが初登場したのは1993年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ CDではなくて、実は本当のデビュー作はその前年の1992年に小学館の各雑誌に連載された漫画と小説なんです。これほとんどの人は知らない情報なんじゃないかと思うんですけど、この漫画と小説の主人公であるニッキというハリネズミのガールフレンド役として登場したのが、このエミー・ローズというキャラクターが初めて世に出た瞬間なんです。とはいえこの漫画や小説は単行本化もされていないので、今ではエミーのデビュー作は1993年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ CD というのが通説になってるんですけどね。ということでここからはそんなソニック CD の中で描かれたエミーについて解説していきたいと思います。このソニック CD の中でエミーは趣味であるカード占いのお告げによってリトルプラネットという小さな星を訪れるんですが、そこで突然メタルソニックというエッグマンのロボットに誘拐されてしまいます。そしてそんなエミーをソニックが助けたことによってエミーはソニックに惚れ込むことになるんですね。なおこの頃のエミーは現在のデザインとだいぶ違った見た目をしていて、頭のトゲの長さがソニックと同じくらい長くなっており、着ている服が緑のワンピースになっています。現在のエミーと比べると少しおとなしめな見た目をしていますね。また年齢についても現在のエミーは12歳という設定なんですが、ソニック CD のエミーは8歳という設定です。一方でピンク色の体や赤いカチューシャなどは現在のエミーにも引き継がれていますね。またこの頃のエミーにはロージー・ザ・ラスカルというニックネームがあったんですが、この名前は一体どういう意味なのかというと、まず一番最初のロージーはエミーの本名であるエミー・ローズの中のローズの愛称としてよく使われる名前です。そして最後のラスカルというのは英語でいたずらっ子という意味の言葉なので、まとめるとロージー・ザ・ラスカルというニックネームはいたずらっ子のロージーという意味になります。活発なエミーにお似合いのとても可愛らしいニックネームですね。ちなみにこの初期のエミーのデザインもなかなかに人気がありまして、例えば2018年に公開されたソニックマニアアドベンチャーというアニメや2022年発売のソニックオリジンズなど最近のソニック作品においてもたびたび登場しています。見た目は今よりおとなしめですが、それでもピコピコハンマーを振り回すエネルギッシュさは健在なので、今後はぜひこの初期のエミーの活躍にも注目してあげてください。続いてはエミーの性格について見ていきましょう。これまでも何回か言いましたが、エミーは非常に明るく元気で活発な性格をしています。
エミーが出てくると場の雰囲気が一気に明るくなるので、特にシリアスな展開が多いゲームなどでは、重くなった空気を一旦リセットして、プレイヤーに癒しを与えてくれます。シリアスなストーリーも多いソニックシリーズにおいては、なくてはならない存在ですね。またエミーの魅力はその明るさだけではなくて、非常に心優しく、芯の強いキャラクターでもあるんです。そのことがよくわかるのが、1998年発売のソニックアドベンチャーの中にあるこちらのシーン。このシーンはガンマというエッグマンのロボットを倒したソニックが今まさにとどめを刺そうとしているシーンなんですが、この時エミーは自分の身を挺してガンマをかばうんですね。なぜエミーがこんなことをしたのかというと、実はこの出来事の直前にエミーはガンマに助けてもらってるんです。とある理由でエッグマンに捕まってしまったエミーをガンマが逃がしてくれたんですね。そんな出来事があったために、エミーはガンマが本当は悪いロボットじゃないということを知っていたんです。そのためエミーはソニックがガンマにとどめを刺そうとした際、自らの身を危険にさらしてでもソニックを止めに入ったんですね。これなかなかできることじゃないですよ。まずここではソニックがガンマに攻撃を加えようとしているわけですから、その間に割って入るのはシンプルにめちゃくちゃ危ないです。加えてさっきも言ったように、エミーはソニックのことが本当に大好きなんですよ。普段ならソニックを見つけたら他のことが目に入らなくなるくらいなんですけど、それでもこの時はたとえソニックと対立することになってもガンマを守るために行動したんですね。このような、たとえエッグマンのロボットであったとしても、そのロボットが悪者でないのなら自分の身を挺して守ろうとする優しさや、大好きなソニックと対立することになったとしても、自分が正しいと思ったことはきちんとやり通せる芯の強さを持っていることによって、エミーはただ明るく可愛いだけのキャラクターじゃなくて、非常にかっこいいキャラクターにもなってるんですよね。誰かに守ってもらうだけじゃなくて、自分も誰かを守るために行動することができる。これがエミーの持つ大きな魅力であり、ぜひ皆さんにも注目してもらいたい点になります。エミーはただ可愛いだけじゃなくて、非常にかっこいいキャラクターでもあるということ。ぜひこれだけでも覚えて帰っていってください。それでは最後に皆さんお待ちかねのソニックとエミーの関係性についてご紹介したいと思います。ここまでの話からなんとなく皆さん察しがついているかと思いますが、ソニックとエミーは恋人同士というわけではありません。この動画の冒頭でも言ったようにエミーはソニックのことが大好きなんですけど、ソニックの方はというと、そんなエミーのアプローチをかわし続けてるんですね。ただ、じゃあエミーは完全に脈なしなのかというと、そういうわけでもなさそうなんですよ。というのもですね、どうもソニックの方もエミーを少し意識してるんじゃないかと思われるシーンがいくつかあるんです。例えば、2008年発売のソニックワールドアドベンチャーというゲームのこちらのシーン。このゲームでは夜になるとソニックが獣のような姿に変わってしまうんですが、このシーンでは獣の姿になってしまったソニックがエミーに気づいてもらえなくて、露骨に落ち込んでいる様子が確認できます。ソニックが落ち込むことなんて滅多にないので、これは非常に貴重なシーンです。ただこのシーンだけだと、これは何もエミーだったからじゃなくて、単に仲間に気づいてもらえなかったから落ち込んだだけじゃないのとも思えてきますよね。言ってしまえば、これがテイルスやナックルズだったとしても同じだったんじゃないかと。なんですが、ソニックがエミーを意識しているとおぼしきシーンはこれだけじゃないんです。例えば2009年に発売されたソニックと暗黒の騎士のラストでは、エミーとのデートに遅れたソニックが必死に言い訳をして許しを請うたり、現在連載中のソニックのアメコミ IDW ソニックシリーズでは、ソニックがあからさまにデレている描写が確認できます。そして極めつけは2003年に放送されていたテレビアニメソニック X の第1期最終回。このソニック X はゲーム版のソニックと少し設定が違っていて、ソニックたちの住む世界と人間が住む世界は全くの別世界ということになっています。そしてソニックたちが人間の世界に迷い込んでしまうというところから物語が始まるんですが、この第1期の終盤ではソニックたちが元いた世界に戻らなければならなくなります。ところがこの時、人間の世界でソニックと友達になったクリスという少年がソニックと別れることを受け入れられず、ソニックを連れてみんなの元から逃げ出してしまうんです。それでも最終的にはソニックとの別れを受け入れたクリスだったんですが、この出来事が起こった影響でソニックのみ元の世界へ戻るのが1週間遅れることになったんですね。そしてこのソニックがいない1週間の間、エミーはソニックがもう帰ってこないのではないかという不安で心が押しつぶされそうになってしまいます。しかしそれでもなんとか前を向こうとしたエミーは、たとえ自分がおばあちゃんになったとしてもずっとソニックを待ち続けようと心に誓うんですが、エミーがそう決心した翌日、何事もなかったかのようにソニックが帰ってくるんです。その姿を見て心から安心したエミーですが、それと同時に自分の不安などつゆ知らず、あまりに普段通りのソニックに強い憤りも感じてきて、気持ちがぐちゃぐちゃになってしまいます。そして涙ながらに自分の気持ちを訴え、最後に私のことを好きと言えと叫ぶエミー。そんなエミーに対してソニックは一輪の花を差し出しながらある言葉をかけるんです。
一体その言葉とは何だったのか、皆さん非常に気になりますよね。僕もぜひその言葉を皆さんに紹介したいところなんですが、実はこの時ソニックが何を言ったのかということはわからないんです。というのもこのシーンではソニックの口が動いているだけで何のセリフも発せられていないんですね。つまりこのエミーの訴えに対するソニックの回答は視聴者の想像に委ねられているというわけなんです。これ生殺しもいいとこですよね。初めて見た時はいやマジかと思って、この時ソニックが何を言ったのかということでしばらく頭がいっぱいになってしまったんですが、それでもこの直後のシーンでエミーがソニックに抱きついているので、おそらくこの時のソニックはエミーの訴えをはぐらかしたわけではなくて、何かしらの答えを返したんだと思うんですよね。ソニックの性格的に俺も好きだみたいな直接的なことは言ってないと思うんですが、同時にここまで本気で自分に向き合ってくれた人をないがしろにするというのもソニックらしくないので、きっとソニックらしいキザな言い回しでエミーに自分の気持ちを伝えたんじゃないかと僕は思ってます。それがどんな言葉だったのかは分かりませんが、それでもその後のエミーのリアクションを見るに全く脈がない回答はしていないんじゃないかと思うんですよね。少なくとも僕はこのシーンを見てソニックもエミーのことを多少は意識してるんだろうなと思いました。この2人の関係が今後どうなっていくのか、これも間違いなく今後のソニックシリーズを楽しむ上での注目ポイントになってきますので、ぜひ皆さんの心に留めておいてください。ということで以上、ソニックシリーズのメインヒロインエミー・ローズの解説でした。動画が気に入っていただけましたらいいねやチャンネル登録、またたくさんのコメントもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。